皆さんこんばんは。原油天然ガスのチャート分析をアップデートします。特に原油の方でショートのチャンスがあるかなと思うので動画を撮ろうと思います。理由についてはチャートを見ながら話をしていきます。では画面を切り替えます。まずこちら US オイル WTI の先物の日足で過去1年分表示してます。左端がだいたい8月末になっています。で、これを見るときに2つの水平線を引きます。まずね、ここですね。4月の半ばの高値、83.3 ドルぐらいですね。で、下がそのちょっと前、この3月20日頃の安値のところですね。ここに線を引きます。で、そうすると、去年の12月からずっとね、このレンジに収まっていたわけなんです。なので、このレンジに収まるか、もしくはブレイクするか、そこが重要なポイントなわけです。で、それを踏まえて最近の動きを見ていきますけども、時間軸を落として見ていきます。はい、こちら1時間足と日足を5月から表示しています。ご覧の通りなんですけども、まずね、この安値圏で停滞していたものが一旦6月にボトムを打ってから上昇を続けてきて、これ天井にぶつかったわけですよね。ここですよね。はい。で、この四角で囲ったところの攻防に注目していました。先週末の、動画にも同じようなことを話しましたね。だけど、ここね、抜けなかったですね。はい。で、抜けなかったと判断した根拠なんですけども、ちょっとね、拡大して話をしていきます。はい。で、まず、このね、日足を見てほしいんですけども、このね、青いラインを一旦抜けたけど、これね、全部戻したんですよね。こういう形を見ると僕は、これね、上値が重いというふうに見ます。で、今回の場合は、これは抜けなかったというふうに見るんですよね。で、その後も、ちょっとね、もうちょっと確認しましょうか。はい。で、こうやってね、抜こうとしては失敗して、で、ここはもうタッチもしないって感じですね。なので、この上値 83.3 ドルのレジスタンスが何日も機能したというのが、一つ事実としてあります。で、一旦線全部消しますね。83ドルのラインだけ残しておいてと。はい。で、今度ね、日足を消して1時間足だけを表示します。で、そうするとこういう形になりますよね。で、ここで、直近の安値はここですね。その次がここですよね。で、ここに水平線を引くと、これね、割り込んできたんですよね、ここ。はい。なので、これを見て、もう上の83ドル、ここが天井だなというのをここでね、判断しました。でもう一回ね、日足に戻すんですけども。で、それと、3つ目の理由は、過去2日のこれ、陰線でかいですね、こことここ。今週の火水ですね。火水ってこれだけ大きな陰線をつけたんで、かなり、売り圧力は強いと思います。はい。以上から、この83ドルですね。ここを天井とした調整の下げが入ってくると。もうすでに始まっちゃってるんですけども、まだ初期段階なので、ショートのチャンスはあるかなと思ってます。で、もう一個ね、週足でも見てみようかなと思います。はい、こんな感じですね。もうちょっと引きでみようか、週足なんで。はい。今、7月から週足を表示してみたんですけども、見ての通りね、上昇めちゃくちゃ強かったですよね。これ、陽線、週足でね、陽線だったんですけども、先週のね、陽線見てください。ここですね。はい。ここ、陽線めちゃくちゃちっちゃいですし、上髭がね、これだけ長く立ってるわけなんです。実体部分と、このね、髭の長さ、これ比較してみてください。髭が圧倒的に長いですよね。下髭も出てはいるんで、どっちかといえばね、まだ買い圧力残ってるかなと思ったんですけども、それがね、今週全然上抜けをしてこないということなんで、これを見ても、上値が重いという形になります。はい、じゃあどこまで落ちるのかという話に移りますけども、もう一回ね、1時間足と日足に戻って、はい。ボトムはここですね。この辺。はい。で、こうやって見たときに、どこまで下がるか。で、これをね、予想するのは結構ね、難しいんですけどね。一つ考えられるのは、今までね、この、2つのラインの間を行ったり来たりしていたので、もう下まで落ちちゃうっていうパターンが一つですね。はい。だけど、
落ちるにしても多分ね、すごい時間かかると思います。直近のこの上げを見て分かった通り、5、6週間かかったのかな。なので、下げも同じぐらい、もしくはもうちょっと短いかもしれないですけど、数週間かかると思います。なので、それを、気長に待つっていうのも一つですけども、落ちないパターンもあると思います。なので、もうちょっとね、手前でマイルストーンを置きたいと考えます。そこで、広告消しますね。はい。フィボナッチを当てます。僕はね、迷ったらもうフィボナッチ当てちゃうんですけども、上昇の起点から、天井まで、もう髭先まで見ちゃいますね。で、ここまでフィボナッチを引いてみます。で、いつもね、基準に考えるのはここ 0.382 ですね。ここは調整幅としてよくあるところです。なので、ここまで落ちる可能性は結構高いかなと思ってます。で、だけど、原油の場合、結構ね、ボラがでかかったり、調整に入ったら、一旦ね、そっちの方向に動いたら、方向感は一方通行となるパターンが多いので、このね、半値、ここもね、結構可能性は高いかなと思います。現在地から半値の位置までは4%ありますね。なので、ショートのチャンスは十分あると思います。で、これ以上下に行くとちょっとわかんないですね。これ以上下に行くと、この調整がかなり深いなというふうに感じます。なので、これ以上下に行くなら、もうね、下まで行っちゃうパターンも結構あり得るかなと思うので、一旦はこの半値押し、この76ドルですね、ここをマイルストーンに置いて、ここまでのショートを少しね、狙ってみようかなと思います。ちょっとね、拡大しますけども。はい。だけど、ショートを入れるためには、やっぱりね、戻りが必要なんですよね。今、ここ1時間足を、これちょっと冷やし消しますね。はい。1時間足を見てほしいんですけども、こんなにね、急激な下げが起きたばっかりなんで、今、ショートすると落ちるナイフを掴むような形になると思います。なので、少しでもいいので、ちょっとね、戻りが欲しいですね。例えば、昨日はそうだったんですけども、昨日ね、大きな下げを見せた後、この辺りでね、ちっちゃいレンジ作りましたよね。で、こういうのはね、すごく参考になります。なので、一体1時間足で見て、例えばね、この辺の戻りを見て、売りですね。で、この、下げの起点部分ですね。はい。この辺りをロスカットに置くというんであれば、リスクを少しね、軽減することができますよね。同じような形で、今ね、昨日夜に思いっきり下げたんで、一旦ね、このぐらいの小さな形でもいいので、調整が欲しいですね。それが見えてくれば、この、小さなレンジ部分の高値から売る。これができるんでね。そうすると、リスク小さいですよね。今ね、これ適当に四角囲みましたけども、これ小さく見えても下から上までこれ 1.2% あるんで、これ上から変えればこの、リワードを 1% 伸ばせますし、逆にリスクは 1% 落とせますよね。1% って結構でかいので、僕はね、こういうのはしっかり待ちたいと思ってます。なので今日は、ショートのチャンスを待ちですね。小さな天井がどこなのか、ここを見たいと思います。で、もうね、昨日これだけ勢いがあるんで、昨日のこの塊の上限を突破してくることはね、ないんじゃないかなという気がしてますね。で、もう一つ、ここの下に80ドルのね、節目もあるんで、これもね、どうかなというところですね。なので、この80ドルあたりを、このね、上限の候補ですね。はい。戻りの候補として考えてもいいかなと思ってます。はい、こんな感じで原油のショートをね、今週狙っていくという話でした。はい、原油の分析以上です。続いて、合わせて、天然ガスもね、見てみましょうか。はい、こちら、天然ガスの冷やしを今年の頭から表示しています。で、去年からこの思いっきり下げがあって、現在の位置を2つのラインを持って、考えようかなと思います。で、1つはこの 2.83 ドルですね、ここ。はい、これ3月のピークです。で、下は 2.0 ドルですね。はい。今年に入ってからは、基本的にはこの間で推移してきたということです。で、上に抜けてるところはありますけども、瞬間的なので、一旦は無視ですね。はい、で、最近の動きですね。
で4月にボトムを打ってからこんな感じでね、大きく上下に触れながら上昇を続けてきて、で上にタッチしたのが6月の末で、それ以降はこの高値圏でレンジを作ってきました。では最近の動きを時間軸落として見ていきます。はい、こちら1時間足と日足を7月以降表示しています。でこの高値圏のレンジはこのピンクでね囲ったところです。でこれね、ボトムからものすごい上昇を描いたんですけども、その翌日これね潰されてますよね。ということなんで、これね、高値のレンジの上限抜けは失敗と、ここですね、ここは失敗というふうに見ています。でただその後ですね、このさらに高値圏でこうやってね停滞があったんで、またね上抜くんじゃないかというふうに見ていたんですけども、昨日じゃないな、火曜日の動き見てください。これね、めちゃくちゃでかい陰線出ましたよね。はい、これが出たんで、もうねこれ上をもう一回試すことはないかなと思います。一旦は下げ基調になりますね。で昨日も続けて下げました。もうねここまで下げちゃったんで、もうあとはこの下のサポート、ここまで、下がるかどうかで、ここの下のサポートが効くかどうか、この2つに注目ですね。なのでもう天然ガスは、ショートで、追いかけるよりはもう安値圏まで来たんで、下でのね反発を待つ、で下の、トレンド転換する場面を見極めて、ロングで入る場所を、考える、これがいいアイデアかなと思います。で一旦線全部消して上の線だけ残して、週足でも見てみましょう。はい、こんな感じですね。やっぱりこう見るとね、今週の週足はまだ引けてないですけどね、こうやってね V 字の戻りがあったらまた状況変わりますけども、そうならない限りはやっぱりねレンジの動きに見えちゃいますね。直近の、週足見てもやっぱりねこの辺りで全部収まってますし、先週強かったように見えても、結局はね週足の実体部分ってここなんですよね。あんまり大きくないですよね。それに上髭がこんなに立ってるんで、これを見るとやっぱりもう少しレンジ相場が続くのかなという気がします。であれば今ねもうここまで落ちてきてるんで、下から買って上まで見る、これがね短期的にはいいんじゃないかなと思ってます。はい、天然ガスの分析以上です。はい、今日は短いんですけどこれで、終わります。まとめますと、原油ですね。天然ガスの方はもう安値圏まで落ちてきちゃったんですけども、原油の方はまだ下げ余地ありそうなので、今週はショートのチャンスを狙うのがいいかなと思っています。はい、以上でこの動画は終わります。この動画が良かったらぜひグッドボタン、チャンネル登録、それでは皆さん、さよなら。